本日、伝統ある防衛大学校の卒業式が挙行されるにあたり、我が国の防衛の中核を担うことになる卒業生の皆さん、そして卒業生のご家族の皆様に心からお祝いを申し上げます。卒業おめでとうございます。晴れて自衛官に任官され、陸海空それぞれの現場に巣立っていく、そのような記念すべき日に英気に満ちた皆さんの姿に接し、自衛隊の最高指揮官として大変頼もしく、また心強く思います。皆さんがここ防衛大学校で志を同じくした同期の仲間と助け合い、絆を深め、自分たちの力と知恵を振り絞りながら学業や訓練、交流会活動などに励み、この日を迎えられました。時には壁にぶつかったこともあるでしょうし、その道のりは決して平坦ではなく険しいものであったと思います。しかしここで過ごした4年間の日々は他のどの場所でも経験ができない、かけがえのものないものだと思います。皆さんはこれから国民の皆様の期待を背負い、幹部自衛官としての崇高な任務に従事することとなります。皆さんの自信に満ちた表情、凛とした姿に接し、必ずや国民の皆様の期待に応えてくれるものと確信するとともに、自衛隊の最高指揮官として真摯なる敬意を表します。皆さんが入校した2022年にはロシアによるウクライナ侵略が始まりました。また我が国の周辺においても核・ミサイル能力の強化、急激な軍事増強や力または威圧による一方的な現状変更の試みが一層顕著になっていました。そうした中、我が国は国家安全保障戦略をはじめとする3文書を策定し、戦後の安全保障政策を実践面から大きく転換しました。現在、我が国を取り巻く安全保障環境は戦後最も厳しく複雑なものとなっています。皆さんの入校以降、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序への挑戦が勢いを増すとともに、インド太平洋では中国、北朝鮮のさらなる軍事力の増強、中国、ロシアやロシア、北朝鮮の連携強化などが見られます。また各国はロシアによるウクライナ侵略を教訓として無人機の大量運用を含む新しい戦い方や長期戦への備えを急いでいます。こうした変化が加速度的に生じています。厳しい現実を前に、皆さんの先輩方はミサイル防衛、東シナ海での警戒監視、スクランブルなど緊張感を途切れさせることなく、日々最前線で任務に当たっています。こうした中、政府としても我が国が直面する厳しい現実から目を背けることなく、3文書を前倒しで今年中に改定すべく検討を進めています。我が国の領土、領海、領空、国民の皆様の生命と財産を断固として守り抜くため、防衛省、自衛隊の組織の在り方も含め、あらゆる選択肢を排除せずに検討し、防衛力の抜本的な強化に取り組んでいきます。自衛隊は規律を増す現実にどう対応すべきか、今後皆さんは幹部自衛官として激動の最中にある国際情勢や安全保障環境に常に目を配り、我が国の防衛の責任を全うすべく努力しなければなりません。世の中の変化のスピードはますます増しています。例えば生成 AI は
経済社会活動に大きなインパクトをもたらしていますが、注目を集めるようになったのは2022年からです。皆さんがここで学んでいる間に急速に普及し発展しています。最先端の科学技術は今後も加速度的に進展していきますので、国の防衛のありようにも大きな変化が生じるでしょう。これから皆さんが幹部自衛官として我が国の防衛力の中核を担うにあたっては、未経験の変化に対応していくことも必要となりましょう。現場で部下に適切な指示を行い、命を守る統率力のみならず、我が国の防衛の責任を全うするため、過去の常識にとらわれない柔軟な発想力、対応力を併せ持つこと、これを心がけて自己検査に励んでください。厳しさを増す国際秩序を前に、国民の皆様の自衛隊への期待や思いはより一層強くなっています。昨年、政府が行った世論調査の速報では、自衛隊に良い印象を持っている方の割合が 93.7% で過去最高となりました。これは皆さんの諸先輩が安全保障環境の急速な変化に適切に対応し、強い覚悟を持って我が国の独立と平和、国民の皆様の命と平和な暮らしを守り抜いてきた努力の賜物に他なりません。最高指揮官として大変誇らしく思います。防衛力の中核である皆さんが自衛官としての誇りを持ち、国防という極めて重要な任務に専念できるよう、自衛官の処遇、勤務環境の改善や新たな障害設計を確立するための取り組みを着実に進めています。安心して自衛官としての新たな一歩を踏み出してください。我が国、そして地域の平和と安全のために我が国自身の努力が必要なのは言うに及びませんが、同時に同盟国や同志国との連携も不可欠となっています。日米同盟は日本の安全保障の基軸です。直面する課題に対し、日本と米国はしっかり連携し、日米同盟の抑止力、対処力を高めています。また、日米同盟を基軸とした日米豪、日米韓、日米フィリピン、日米豪印などの多角的な安全保障協力も深めています。そして自由で開かれたインド太平洋、保育を外交の柱として力強く推進しつつ、時代に合わせて戦略的に進化させ、そのビジョンの下で基本的価値や原則を共有する同志国やグローバルサウス諸国などとの連携強化に取り組んでいます。留学生の皆さん、本日をもって防衛大学校での留学生活を終えることになりますね。慣れ親しんだ母国を離れ、日本の文化に戸惑い、悩まれることもあったでしょう。しかし、この防衛大学校での留学生活を通じて得た知識や経験、そして一緒に学んだ多くの仲間との絆は、皆さんにとって生涯決して忘れることのない、かけがえのないものになったはずです。皆さんは日本を離れても防衛大学校の卒業生です。このことを誇りに、今後それぞれの母国で活躍されること、また母国と日本との友好と連携の架け橋となられることを切に願っています。母国の皆様にもぜひ防衛大学校の、また日本の魅力を伝えてください。ご家族の皆様、卒業生は皆頼もしい姿に成長しました。彼らの大きな支えになってくださったことに
心から感謝を申し上げます。厳しく、しかし崇高な任務に就く彼らが万全の環境で勤務に当たることができるよう、最高指揮官として全力を尽くしてまいります。卒業生の皆さん、ことに臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に努め、もって国民の負託に応える。私もこの自衛官の先生を胸に日々職務に当たっています。皆さん一人一人国民の皆様の命と平和な暮らしを担う砦であるという強い自覚を持ち続けてください。そして国民の皆様の信頼と期待に常に応える自衛隊であり続けるよう、崇高な任務に皆さんが全力で当たることを期待します。結びに、学生の教育に尽力をしてこられたここ学校長をはじめ教職員の皆様に敬意を表し、そして防衛大学校の一層の発展を記念して私の訓示とします。令和8年3月14日、内閣総理大臣高市早苗。人と人、人と生き物、人と自然の絆を大切に守りたい。そのための知恵を自然、歴史文化、習慣から学びたい。そしてその知恵を皆さんと共有したいものです。ご視聴ありがとうございました。Thank you for the viewing.